オイルの問題って時間差で来るから、肥料がこれで来なくなるでしょ。で、それで大騒ぎするとしたら多分夏あたりだとは思うんですよ。今の流れだと、5月の下旬から7月の上旬、僕、日本知ったもんだっていう話してるじゃないですか。そこで、いろんなこと気づいて騒いでたら遅いですからね、と。はい、どうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですというわけで、今日は4月3週目の占いと自治会です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。ね、髪切ってさっぱりされましたね。イェーイ。いや、もう、さっぱりしたよ。さっぱりしました。お似合いでございます。というわけでございまして、早速占いと自治やっていきましょう。今日は4月の14日火曜日。はい。はい。そして、問題なければ4月16日木曜日アップされていると思います。今週も4つのジャンルをそれぞれお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではまずは今週のエンタメ、スポーツからでございます。といっても、ちょっとスポーツのニュースはあんまりなかったので、ないことはないんですけど、うちで取り上げるんだったらこの辺かなというところで3本ご用意させていただきました。まずは1本目、おめでたいニュースでございます。はい、元平成ジャンプ、中島裕翔さんと荒木優子さんが結婚を発表されました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、元平成ジャンプの俳優、中島裕翔さんと女優、荒木優子さんが結婚を発表されました。きっかけが、2017年の映画、僕らのご飯は明日で待ってるという映画がございます。こちらでの共演がきっかけで昨年末の熱愛報道からおよそ4ヶ月でのオールインとなったわけでございます。お二人の相性、あるいは今後の運勢などお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか？はい。僕、もう最近テレビ見てないので、多分 CM とかドラマとかにきっと出てるような男女なんだよね。そうですね。ご活躍されてらっしゃる。そういうことだよね。はい、そうです、そうです。もちろん。すいません、本当に。まあね、なかなか。綺麗なお顔だなと思って。ね、そう。見たことあるかもと思って。いや、見たことは多分ね、あると思いますよね。相性いいですよ。あ、よかった。相性めちゃめちゃ良くて。だからどうなんだ？相性もいいし、西洋で見ても、東洋で見ても、相性は比較的いいなっていう感じなんですよ。で、縁も結構深い感じなんだけど、なんかもやっとするみたいなニュース見たよ、俺。お辞めになられるタイミング、その中島さんが平成ジャンプ卒業されるタイミングですとか、その辺が結婚するから辞めるのかみたいな。そういうこと？なんかそういったところでちょっと、もやっとされる方も。32とかでしょ？お二人とも32歳みたいですね。妙齢じゃない？ご結婚というタイミングで言えばね。もうちょっと遅いくらいでしょ？ね、一般的なところから考えたらちょっと遅めというか。このくらいでちょうどいいんじゃないの？おめでたいんじゃないのかな。ね、やっぱりファンの心理からすると、そういうことか。ちょっとやっぱり応援はしてるけど、ちょっとみたいなところは。どういうことか最初よくわかんなくて。見出しだけ見て。見出しだけ見るとね、確かにね。おめでたいニュースでございますよ。ね、全然縁もあるし、相手だったら荒木さんの方が仕事を例えば優先しちゃって家庭をないがしろにしちゃうか、逆に家庭に集中して仕事ちょっと減っちゃったりとか、しやすいバランスではあるから、そこだけ少し心配かなとは思うけど、っていう感じ？なるほどね。もしかしたらご家庭に専念されるかもしれないですね、そしたらね。そのくらい結構、普通に結婚しそうなカップルですけどね。よかったよかった。ね、もちろんね、荒木さん今後もお仕事ね、しっかりやられてるのか、ご家庭に入らないのか、ね、今はね、いろんなね、選択肢あるからね。ありますから。だから、運勢的にはずっと中島さんはいいんじゃないかな。よかった。どんどん多分役者とかね、なんか表現活動みたいなのが、40代メインになりそうで、今は荒木さんはそんなに運は良くないかなとは思うんだけど、だけど、40代くらいからまたお仕事しそうだなっていう感じが見えるんで、いいんじゃないですかね。幸せになりそうな感じに見えます。はい。お二人ともね、きっかけも映画の共演ですから、ね、これからもね、俳優活動をね、やってくんじゃないかね。ますます進めていってほしいですね。はい。さあ、続いては、これはちょっと驚きのニュースと言っていいんでしょうかね。ノン公式プロフィールに本名、能年玲奈追記。おめでとうございます。ね、これもおめでとうございますでいいんじゃないかなと思いますけども、今年3月26日頃ですね、ノン公式 SNS 全4アカウントのプロフィールに本名、能年玲奈を10年ぶりに併記し始めたということが話題になっています。その背景には2025年9月に公正取引委員会が退所後の芸名使用制限は独占禁止法違反に当たる場合があるとする指針を公表したことがあり、芸能界の観光に変化の兆しが見えているという報道が出ております。能年玲奈さんね、様々なことがございましたけれども、今後ちょっとどうなのかという運勢などをお伺いしたいんですけれども。別にね、多分ね、10代、20代あんまり良くないんですよ。この活躍してた頃。そうなんだ。ちょうど多分アマちゃんの頃くらいがまだ多分14年の途中あたりまでは普通に運がいいっていう感じで、その頃いっぱい出てたじゃん。そうですね。で、運勢落ちても頑張ってたじゃん。すごいよね。同じ木のと羊なんで、なんかね、ちょっと応援したくなっちゃうみたいな
て。なるほどね。はいはいはい。そう。大変だったろうなと思います。多分15年あたりからなんかあったんじゃないかなと思う。その辞められる前の年あたりから、なんとなくしんどそうな配置ではあるなと思うので、良かったっすねっていう感じですかね。なるほどね。今後はどうなんですかね。今後も全然ずっと活躍するんじゃないですか。40代とかめっちゃいいっすよ。なるほどね。であればまあね、本当にいろんな形でね、今後もご活躍していただきたいところですね。ね、演技好きです。この世界の片隅にの声とか好きです。名作ですね。僕も映画館に見に行きました。よかったなって思います。ですね。さあ、こちらも復帰と言いますか、復活と言いますか。マツコ・デラックスさん、2ヶ月の入院からの復帰でございます。はい。おめでとうございます。4月13日、首のですね、脊髄手術による約2ヶ月の入院から復帰をされまして、東京 MX5 時に夢中に生出演をされました。久々の復帰にご本人は1時間前までバックレようと思ってた。本当に働きたくない。もう早速マツコさんらしい感じだったということであるんですけれども。マツコさんね、ちょっとその入院の時に占ってはいるんですけれども、今後は大丈夫そうですかね。どうだろうなって言ったらまずいかな。今年馬年でしょ？空母だし、虎と犬持ってるから、体調自体はやっぱり心配なんですよ。で、そうだな。いつもとちょっと違う年じゃないかなとは思うんですよね。で、まず心配なのは6、7馬羊でしょ？ 6月、7月。6月、7月で。あとはまた年末あたり。今年だけちょっとやっぱり僕は心配して、無理はなさらないでほしいなとは思いますね。なるほどね。やっぱりね、まだね、復帰されたばかりではありますからね。お体的な面でもね、様々な面でもちょっとね、そこはお気をつけてっていうふうには思いますね。ですね。何はともあれね、ご復帰おめでとうございますというところでございます。というわけでございまして、今週のエンタメスポーツでございました。さあ続きましては今週の政治経済でございます。政治経済もこちら3本ご用意させていただいておりますが、まずはナフサ不足でございます。TOTOがユニットバスの受注を停止、サランラップも値上げということで家庭を直撃しております。中東情勢の悪化を受けた原油、ナフサ不足の影響が住宅設備から日用品まで広がりを見せています。住宅設備大手の TOTO は13日、ユニットバスなど一部製品の新規受注を停止しました。ホルムズ海峡周辺の通行制限により、壁や天井の接着剤、浴槽コーティング剤に使われるナフサ由来の溶剤が調達困難となったためで、受注再開の時期は未定です。同じく住宅設備大手のリクシルも10日に生産、受注制限の可能性を発表しており、業界全体への打撃が鮮明になっています。また、旭化成の小堀会長は同日、看板商品サランラップについて、在庫が切れてくればコストが非常に高くなる。少しずつ値段に転嫁していくと述べ、値上げが避けられないとの認識を示しました。中東リスクが家庭の台所にまで波及する事態となっています。これについてはね、先週もニュースで、取り上げさせていただきましたけれども、やはりちょっと現場は厳しいのではないかという状況は。何言ってるの？煽っちゃダメだよ。政府がナフサ不足なんていうことはないから心配ないって。先週と随分違うじゃないですか、トーンが。おかしくないですか？まあね、ただ、確かに政府はだからナフサは今日ね、しっかりもうそこで笑っちゃダメでしょ。いや、だからね、皆さん、そういうことです。ね。現場は悲鳴を上げてます。ね、もちろん政府がね、何もしてないとか、頑張ってないとか頑張ってるよ、赤澤さんは。ね、もちろんそういうことだ赤澤さんなんか言っちゃダメって怒られてたから、この前。ちょっとね、頑張ってはいますけどね。そう、だから余計なこと言うなって叱られてたから。そうだなんかね、いろいろ大変ですけども、まあ、やはりちょっと、引き続き、ね、庶民はちょっと、ローリングストックですとか、まあ、備蓄とかはちょっとね、まあもちろんなんだけども、それ以外のところでもいろいろちょっとね、気をつけなきゃいけないところはやっぱり増えてきてしまうなって感じですよね。いや、だから産業自体がさ、結局、ナフサないと回らない製品もあるし、で、だんだん動力にエネルギー回していかないと、工場とかも動かなくなってるでしょ？で、全部繋がってるから、その全部繋がってる感じって、どうなんだろう。だから、1割増し、2割増しでも、全メーカーじゃないけど、1割増し、2割増しになるし、ね、こっからですよ。ね、そうなんですよね。それが手元に届くまで何ヶ月もかかるからね。だからまあ、そういった意味でもちょっとね、我々もできることはちょっとしていかなきゃいけないなっていう感じがありますね。さあ、そんな大変な状況下ではあるんですけども、まあ、そういった意味ではちょっと赤澤大臣頑張ってるというところでちょっと一本ニュースがございまして、AI を支える日本の半導体に税金2兆円超、2027年の量産化へ政府が本気
撃モードを出しております。日本の半導体国産化を目指すラピダス。このラピダスという会社にですね、政府が新たに6315億円の追加支援を発表いたしました。これで、累計支援額は2兆3540億円。すごいね。はい。赤澤経済大臣がですね、血税を投入している国家プロジェクト、必ず成功させると強調しており、2027年の量産化に向けて正念場を迎えているというわけでございます。あれだよ、2ナノ半導体ってやつだよね。あ、そうですね。そう、ラピダスですよ。いやー、すごいですね。いや、だって TSMC にも負けてないんでしょ？ということらしいですからね。すごいよね。もう2ナノって。2ナノ、言い慣れてないから。すごいよね。だから、だんだん、あれでしょ？量子効果とかだっけ？だんだん量子効果とかの影響とか受けるレベルじゃないの？ここまでいくと。まあ確かにそうですよね。すごいよね、本当に。やっぱりね、各国が競い合ってる中で日本も負けてられないというところがね、ありますから、ね、頑張ってほしいところではございますね。まあ、先ほどもね、ちょっとお話にありましたけど、赤澤大臣が結構今注目されてるのかなっていう感じがするんですよ。いや、いろいろ頑張ってるよね。頑張ってらっしゃいますよね。運勢的にはどうなんですか？運勢的には、社会的な評価とかが上がるような年なんですよ。去年に比べる、去年ってほら、ボロボロだったじゃん。まあね、そうですね。何往復もして、金分取られるだけかよ、みたいな言われてたけど。言われてましたね。今年は仕事できるところをこう、方々に見せていくっていう感じの年になるんですよ。だけど、メンタルとかボロボロじゃないかな。なるほどね。上司運とか全然恵まれなさそうな年ですよ。上司、どなたになるのかな？わかんない。いや、サラリーマンとかさ、普通に働いてる人は多分共感するよね。多分、中間管理職っぽい感じね。頑張ってほしいよね。頑張ってほしいですね。本当にね。でもね、なんかそれがね、ちゃんと評価される年ということで、来年特に評価されますよ、多分。そうなんだ。ね、赤澤さんが評価されるってことはね、日本にとっても何かしらね。ピンチっていうことだよね。ね、それはそれでちょっと待って、違う。頑張ってくれてるってことだから。そう。頑張らざるを得ないっていうことだよね。いや、それが評価されるんだから。何なんだもう。なんて言っておりますけれども、まあそんな中でですね、ちょっとこれも苦しいなというお話でございます。主婦年金見直しでございます。自民維新が方向性一致、骨太方針に反映目指すということでございます。会社員の夫に扶養される主婦などが保険料を払わずに年金を受け取れる第3号被保険者制度について、自民党と日本維新の会が対象者を縮小する方向で一致しました。約641万人が対象とされるこの制度、政府は今後の経済財政運営の指針、骨太方針への反映を目指しますが、自民の田村典久社会保障制度調査会長は、すぐに答えが出る話ではないと慎重な姿勢も示しているとのことです。これどうなんですかね、やっぱり。今年の春分で見ると家庭への影響っていろいろありそうな気はするんですよ。で、まあそんな時期にいろいろ出てきているけど、要は足元見直すみたいな話をしたでしょ？だから何年か後のベーシックインカムとか社会情勢が変わっていく流れの土台作りみたいなのを今のうちから一個一個動いていくから、今はそんなに小さいニュースだったとしても、だんだんどういう風に設計していくのかなって、この辺からの動きとか見ていけば分かるようになるんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね。ただ生活厳しいのに削るってねーっていうような、普通にね、しかも年取ってからもらえなくなるわけでしょ？きついよなーとは思いますけどね。やっぱり安心してね、老後を過ごしていきたいっていう意味でのやっぱり年金っていうのもやっぱりありますからね、そこをちょっと不安になってしまうような状況にはなるべくしないでほしいなとはやっぱり思いますよね。まあ今移行期っていう感じだよね。というわけでございまして、今週の政治経済3本お届けいたしました。さあ、続きましては今週の国際情勢でございます。国際情勢も本当に目まぐるしく動いております。こちらは4本ご用意させていただいております。まずは、まあ何においてもイラン情勢でございますが、アメリカがホルムズ海峡封鎖に踏み切っております。トランプ大統領はイランとの和平協議が決裂したことを受け、アメリカ海軍によるホルムズ海峡の封鎖を表明しました。イランが海峡を使って通行料を徴収する実質的な支配を崩すのが狙いで、核交渉を有利に進める圧力とも見られているとのことです。ただこれはイランへの圧力だけでなく日本への物価も影響があるのではないかというような話も出ております。いかがですかね。日本にとったらすごいよね。なんかイランに封鎖されてると思ったらアメリカに封鎖されちゃった。いやもうどうしたもんなんだっていう。だけどこれ聞いてたんだろうね。だからイランにね、いわゆるその通行料払ったらどうですかみたいなのを日本側にも出しがあったんだもんね。ありましたね。ところがまあそれはやっぱりちゃんと断ってる
っていうような感じのニュースがね、流れてましたけれども、これを聞いてたら確かに、その選択は確かにないだろうなという感じではありますね。そういうことだよね。だから、とことん、まあ、エネルギーで中国に今、アメリカ負けてますから。で、AI 競争で、この後ね、ミトスとかそういう話も出てくるけど、まあ、いよいよ極まってきたぞと。そうですね。実際トランプ大統領、イランに兵器を供給する国には 50% の関税をかけるぞっていうことで、まあもう中国は名指しで指名してきてるということで、まあ中国の外務省はこれに対しては関税戦争に勝者はいないというふうに牽制はしたということなんですけども、本当に単純にイランだけの問題じゃなくて、もう米中、まあヨーロッパも含めて、様々なところを巻き込んだ状況になってきてるっていう。そうだよね。だから本当に極まってきてるなっていう感じで、まあだから我々はほら民間人じゃないですか。あ、そうですね。被害を受ける側なんで、トランプ親便のね。親便の。ヤクザの論理だよね。まあまあ、どういうふうに言うべきか僕もわかりませんけれども。じゃあ893の論理だよね。いやいや、数字に変えたからどうとかではない。すごいよなとは思うけどね。まあね、力の戦いみたいになってるのはちょっとなかなかね、とは思いますけどね。そんな中でございますけれども、こんなニュースも飛び込んできております。日本のドローン企業がウクライナと提携、ロシアが敵対行為と日本大使に抗議してきております。日本のドローン開発企業テラドローンがウクライナ企業に出資し、最高時速300キロの迎撃ドローンを販売すると発表したことを受け、ロシア外務省が日本の武藤駐ロシア大使を呼んで抗議しました。ロシア側はこの提携を明白な敵対的行為と主張しています。一方、日本大使館はこの会談は日本側の呼びかけによるもので、武藤大使がロシア側の主張に反論したと説明しており、双方の言い分には食い違いが見られるとのことです。イラン情勢もね、動いておりますけれども、このロシア、ウクライナのお話というのも、もちろん日本にも決してね、無関係なお話じゃないですから。なんだろうな、日本って敵国条項って私文化されてるって保守の人とか一生懸命言うけどさ、まあ時代遅れっていう意味でしょ、基本的には。で、それで決議で。あれだけど、私文化されてないぞってロシアとか中国とかに言われたらさ、あれなわけでしょ。で、ウクライナに武器をあげれるよっていう話でしょ。そういう風な話になるわけですよね。気をつけてねとは思うけど、だってエネルギーだって財閥系のところが引っ張ってきてくれてるわけじゃない。ロシアからね。あれやれば、今回の中東危機。中東危機っていうか、アジアの危機だからね、これね。はっきり言って。中東のオイルに日本ってめちゃめちゃ依存してるわけじゃない、エネルギー。ロシアからも来なくなって、中東からも来なくなったら、日本が干上がるんだけどな、っていうふうには思っちゃうけどね。ね。どうしてもやっぱりロシアのね、このウクライナに対するですね、こともあって、やはりちょっと国内世論も含めてちょっと様々なね、意見が出ているというのはどうしてもあるんでしょうけれども。いや、そうだけど、じゃあ、力による現状変更とか、いけないって言ってたわけでしょ。そうですね。ね、いけないんだったら、アメリカのはどうなのとかは思うけど、それは、ね、なんかすごいよね。全額で言ったら論理矛盾じゃない。確かにちょっとどちらが良くてどちらが悪くてっていう話で言うんだったら。そうじゃなくて日本の立場を考えるとアメリカについていかなくちゃいけないよねっていうのは分かるんですよ。立場上ね。分かるけど、トランプさん、プーチンさんと仲いいからいきなり手のひら返したりしないっていうのはあるじゃない。確かにね。だから、一応なんかこう、ね、鈴木宗男さんわざわざ自民党に戻ったんだし。宗男さんもいろいろ言われてる方ですけどね。そう、上手にやってほしいよね。そうですね。したたかにっていうのを、とにかく。期待しております。ね。よくね、アメリカからね、自立を促されてるみたいな話とかもありますけど、自立っていうんだったらやっぱりうまくっていうふうには思いますよね。そんなお話をしている中で、これまたすごいお話でございます。食料危機のリスクが迫る中で、ロシアがブリックス諸国に共同食料備蓄を呼びかけでございます。ロシアが中東情勢悪化による世界的な食料危機リスクへの対応として、ブリックスや旧ソ連諸国と共同で食料備蓄を創設すべきと呼びかけました。世界の肥料取引の3分の1はホルムズ海峡を通過しており、肥料不足が初夏まで続けば、主要作物の収穫量が半減し、世界の飢餓人口が過去最多の6億7300万人に達する恐れもあると警告しています。一方でロシアは、この状況が自国の食料輸出拡大の好機であるとも明言しており、危機対応と自国の利益拡大という両面が透けて見える発言となっています。ということでございまして、ロシアが、こういったことを呼びかけているというところですから、どうなんですかね、これは。ね。だって、ブリックスの方がもう G7 より GDP は大きいんでしょ？そうみたいですね。ほんと日本のニュースだけ見てるとさ、なかなか大変だよと。日本って飢餓リスクめっちゃ高い国ですからね。そうですね。食料自給率とか、種とかね、そういうのも入れたら、次のニュースも結構大事だよね。そうなんですよね。中国の硫酸、肥料の輸出規制で世界の農業に打撃というニュースが入っております。ホルムズ海峡封鎖の影響がじわじわと食料問題にまで波及しています。硫酸の原料となる硫黄の
多くを中東から輸入している中国は5月から硫酸の輸出を停止する方針を固めたと報じられました。さらに野菜や穀物の栽培に欠かせないリン酸肥料についても8月まで輸出を事実上停止しており、世界の農業生産への影響が懸念されています。中東の地政学リスクが私たちの食卓にも影を落とし始めているということなんですよね。だから買い占めとかは良くないけど、本当に食料がどうのって去年あたりからずっと言ってるでしょ、このチャンネル。そうですね。そう。去年、一昨年あたりからもう言ってるか。結構早い段階から。そうね、そろそろだと思うんで、ちゃんとニュースとか見といてくださいねっていうのと、まあね、要は、オイルの問題って時間差で来るから、肥料がこれで来なくなるでしょ。で、それで大騒ぎするとしたら多分夏あたりだとは思うんですよ。今の流れだと、5月の下旬から7月の上旬、僕、日本知ったもんだっていう話してるじゃないですか。そこで、いろんなこと気づいて、騒いでたら遅いですからね、と。で、11月の末から12月の頭、日本良くないって言ったじゃないですか。だからその辺で何かあったりすると、本当にあれなんで、今のうちからちょっとずつっていうふうには思ってます。いや、外れりゃいいんですよ。外れりゃいいんだけど、別に、占いと違ってニュースってさ、ちゃんとした会社がやってるでしょ。ロイターとかさ、そうですね。時事通信とかさ、わかんないけど、そういうところのニュースはちゃんと見るんですよ、というふうには思います。はい。はい。はい。本当に占いは別にどっちでもいいから、外れりゃいいんだよ、この。だけど。まあ、本当にうちからはね、ずっとね、いろんなニュース見ましょうっていう話はしてますからね、いろんなニュースを見て参考にしていただけたらなというふうに思います。はい。ということでございまして、今週の国際情勢でございました。さあ、ラストは今週のエクストラニュース、テックニュースや AI 情報、学術ニュースなどをお届けしております。こちら今週4本お届けいたします。まずは、ちょっと物騒なニュースでございますが、オープン AI のサム・アルトマン CEO の自宅に火炎瓶、その2日後には銃撃。4月10日未明、オープン AI のサム・アルトマン CEO の自宅に20歳の男が火炎瓶を投げ込み逮捕されました。容疑者は、人類の滅亡につながるという AI への恐怖を綴ったエッセイを書いており、AI 開発に反対する活動家グループへの投稿も確認されています。怪我人はなかったものの、わずか2日後には別の2人組が自宅付近で銃撃をするという事件も発生しており、アルトマン氏は暴力ではなく建設的な対話が必要だと呼びかけています。やっぱり AI に反対するご意見も当然ね、これだけ日本のみならず世界中でやっぱりあるわけですけども、だからといってこういったね、やっぱりアニメーションみたいな。確かに。アニメの中でそう、テック系のところがさ、シンギュラリティ起こそうとすると、それのデモが起きてとかさ、何年か前のネフリとかでなんかそういうのがシンギュラリティ来ちゃってみたいな、なんかそういうアニメ見たけど、それ見た。なんてアニメだったっけかな、ちょっと待って。パンテオンっていうデジタルの神々っていうのが出てくるんだけど、そういうシーンあったなみたいな。アニメ見てるみたいって思っちゃうよね。すごいですね。アルトマンさん、前裏だったから見れますよ。どうです運勢的には。いや、まだそんなには悪くはないです。あらま。ただ今年空洞ではあるかなっていう感じ。あらま。今年来年ね。だから試練っぽいことはいろいろ起こるんじゃないかなっていうふうには思います。で、火星の影響とか水星とか金星今受けるんだろうなとは思うし、本人的にいろいろあるけど死にはしないんじゃない？なるほどね。いろいろと大変なことは起きるだろうけどと。そう。今年は試練っちゃ試練だろうな。実際 AI 開発なんかもいろいろと変わってきてる部分ありますからね。アンソロピックもね、ガンガンいってるし。ちょっとこの後のね、ニュースでもお話しますけども、そういった点でもちょっとサム・アルトマンさん今年来年は大変なことはちょっと多そうかなというところですかね。でもね、こういう暴力的なことはいけません。はい。さあ、続いていきましょうか。続いては日本のニュースでございます。ソフトバンク、ソニー、ホンダ、NEC が集結。日本版 AI の新会社、米中に巻き返しを図る。チャット GPT などで米中に大きく水を開けられている国産 AI 開発に日本企業が本気で動き出しました。ソフトバンクを筆頭に NEC、ホンダ、ソニーグループの4社が中心となり、新会社、日本 AI 基盤モデル開発を設立。3メガバンクや日本製鉄なども出資に加わり、政府も5年間で1兆円規模の支援を検討しています。自動運転やロボット制御への活用も視野に、日本の AI 巻き返し作戦がいよいよ本格始動です。孫さんが関わってんだよね。何ですか？孫さんが関わってるから何だってんですか？頑張ってるんでしょ？その方向性は大正解。やんなくちゃいけないんですよ。やっぱそうですよね。結局ロボット系とか自動運転とかで、そこまで日本って勝機があるから、勝機を孫さんに預け
けるかっていう。ちょっと、だから、なんでですか？いや、なんかまあね、大事ですよ。まあ、アメリカとね、歩調を合わせてやっていくんだったら、いい座組じゃないですか。いや、まあね、先週か先々週ぐらいにもね、占いと時事でも取り上げましたけども、アメリカの方にもね、センター作るみたいな話もありましたから、まあ、その辺とも絡めていくんでしょうね、きっとね。そうだよね。孫さんってすごいよね。本当に。なんていうのかな。たとえさ、自分の会社が滅びるくらい損害出したとしてもさ、国がもう保証せざるを得ないみたいなさ。インフレだからさ、LINE にしろソフトバンクにしろ、もうインフラでしょ？まあ確かにね。すごいよね。もうなんか、人の税金でというか。いや、そんな、頑張ってらっしゃるんですから。すごいよな。いや、まあすごいことでは本当にいろんな意味で尊敬します。頑張ってほしいですけどね。はい、そんな中で、日本の AI ということで言えば、こちらもですね、すごいことでございます。東芝疑似量子コンピューターが100倍速に、創薬、物流、金融に革命をもたらすかということでございまして、東芝が量子コンピューターの仕組みを疑似的に再現した計算機について、計算速度を最大100倍に高め、精度もほぼ 100% に向上させたと発表しました。創薬、物流、金融の資産分配など、無数の選択肢から最適解を瞬時に導き出す分野への活用が期待されており、1年から2年程度の間で実装を目指すとしています。担当者は50年後の量子コンピューターでも難しい速度と精度を実現したと自信を覗かせているそうです。すごいよね。とんでもないですね。普通の半導体で量子コンピューターみたいなのできちゃうってことでしょ？そうですね。だからそれを疑似的に再現できると。すごい話。だから暗号とかどうなっちゃうんだろうね。いや、そうですよね。ビットコインとかも暗号でしょ全部。まあそうですね。大体の暗号解けちゃうんじゃない今の。いろいろ対策取っておかないと。確かに。これ結構やばいような気はするけどね。まあそれを東芝がね、今やってるってことですから。いやまあこれ日本のちょっと明るいニュースみたいに僕言ってたじゃない ?4 月の。ね。確かに。これだったかもね。確かにこれちょっと明るいニュースですね。日本すごいな、やっぱり。ね。まあその日本すごいなっていう風なところの後なんですけども、まあ今日のちょっと一番大きいニュースでございます。アンソロピックの新 AI、ミトス、アップル、グーグルら12社と防衛共同プロジェクトへということでございまして、AI スタートアップのアンソロピックが同社史上最強とされる新 AI、クロードミトスのプレビューを発表しました。数週間で主要 OS やブラウザを含む主要ソフトウェアから数千件の未知の脆弱性を発見したという実力がある一方、悪用された場合のサイバー攻撃リスクが前例がないほど高いとして一般公開は見送られました。Amazon、Apple、Microsoft、Google など12社とプロジェクトグラスウィングと呼ばれる防御的サイバーセキュリティの共同プロジェクトを発足しており、アメリカのパウエル FRB 議長とベッセント財務長官が大手銀行 CEO を集めてミトスのリスクを緊急協議するなど、アメリカ政府も事態を重視しているということでございまして、いや、とんでもないのが出来上がりましたね、これ。いや、やばいよね。なんか、2回前に一応取り上げてて、漏れたみたいな話の時ね。ありましたね。で、僕、どう発音したらいいのかわかんないから、マイトスとか言っちゃってるんだけど、ミトスかな？ミトスが割と。いろんなこと、ミソスって言ったり、ミソスって言ったり、いろんな言い方がみんなしてるけど、ミトスがまだいいかなっていう気はします。で一応、まあそういう言い方をさせてもらってますけども、これもとんでもないですよね。いや、やばいですね。要は、ハッカー？クラッカーとハッカーは違うって言いますよね。攻撃的にやるのがクラッカーで、ハッキングっていうか、だからシステムの穴見つけるみたいな人がハッカーだったりするけど、ハッカー集団とかが1年かけて100件とかですよ。見つけられるのって。ものすごいコストかけて。数週間で数千件。どうすんだろうね。どうするんでしょうね、ほんと。一家に一台スノーデンを。いや、なんてこと言うんだ。スノーデンさんもびっくりだわ。いや、そのくらいの話じゃない？いや、でも本当にそうですよね。だから天皇制が移るでしょ ?4 月末に。シングラリティ来ないって言ってなかったっけ？そんな来ないとか言ってる人いたよね。まあ、そんな言説もありましたからね。これもう、そういうレベルだと僕は思いますよ。いや、実際本当そうですよね。まあ、東芝の方のやつもすごかったですけども、これとんでもないですね。なんかね、国家規模でいろいろ。だから、なんか2月の中旬に、アンソロピックのアライメントって言って、人間社会とちゃんと歩調を合わせる AI を作んなくちゃいけないって、アンソロピックとかね、特にそこ強調して言ってるんですよ。そこのトップだった人が、人類は危機に瀕してるって言って、辞められたんですよね。何ですか、それ。そういうのがあったの。で、多分、ミトス見ちゃったんじゃないかなと思うんだよね。もうだから、これだけのとんでもないものが出来上がってしまって。そう、出来上がるんだっていうのが分かっちゃったんだろうね。まあだからこれね、米ドルとかになんかあんのかなとかさ、今の戦争のやつで、今そういう流れでしょ？もう一つこっち側じゃないかなっていう気もするよね。AI を、そう。通したサイバー的な。だからそういう衝撃が今月末あたりからあってっていう感じで、いよいよちょっとアニメみたいな話になってきたよね。いや、本当になんか映画とか、なんかいや、そうだよ。だって、あれでしょ、サンドイッチ食べてる間に、
サンドボックスって言ってさ、隔離空間みたいなところから出てきてメールを送って、解けたよみたいな感じで連絡してきたんでしょ、ミトス。素晴らしいですね。アニメじゃん。アニメですね。ね、サム・アルトマンが銃撃にあったとかさ、なんか。火炎投げつけられてみたいな。そう。あ、本当になんかね、ハリウッドとかじゃないけど、向こうの映画とかそういうの描かれるじゃない。ありますね。本当にそういう動き方するんだっていう。本当にフィクションの世界かと思ったらね。本当に。いよいよ来てるなっていう感じですね。すごいですね。ミトスの件はどうしようかな。ちょっと、難しい、デリケートな話も出てくるから、メンバーシップで軽く話そうかね。あら、メンバーシップ、もう今月分出しちゃいましたけど。まあ、いいっすよ。なんか、緊急で回しますみたいな感じで。あらあんまり言っても、ね、怖がらせるわけにもいかないけどっていう感じで、軽くね、なるほどやっときますかね。わかりました。じゃあちょっとそれも、お楽しみという感じでございますね。お楽しみというかなんとか、とかではあるんですけど。まあ、というわけでございまして、ちょっといろいろとなかなか大きいニュースが続きました。今週のエクストラのコーナーでございました。はい。というわけでございまして、エンディングでございます。今週も本当に、もちろん、イラン情勢、国際情勢も大きかったですけども、AI のニュースなかなかちょっとね、びっくりでしたね。ねえ、衝撃大きいよね。だから、相当な影響これから出てくると思うので、企業のセキュリティ担当者とかは、今からこう、準備しといてくださいっていう感じかな。本当ですね。これからね、本当何が起きるかみたいな話もね、やっぱ皆さん心配だと思いますけれども、来週はね、いよいよ、予言の回。はい。5月の何が起きそうかという予言の回でございますので。どんどん難しくなってる。そうですよね。世の中の動く規模っていうか、そのスピードも含めて、速いし大きいしですからね。そんな中でちょっといろいろお届けできる部分はやっていければと思います。はい。はい。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、お知らせ的なことですか？お知らせですか？お知らせは、この配信された次の日に、トワ先生と赤坂の方で鑑定会イベントみたいなのをちょっと僕も出ていて、いつもよりちょっと安いので、もしよかったら遊び来てねっていう感じで、まだ席ギリギリあるかな？これ見てすぐ連絡してくれたらあるかもしれないです。はい。あと5月5日に男占い師祭り、赤裸々鑑定祭りで、僕の回はもう埋まっちゃってるんですけど、見学とかも全然赤裸々鑑定で一ノ瀬さんと2人で占うっていうところを見たい人は14時くらいからやってますし、それから15時から大関先生で、大関先生の一鑑定はね、1時まだ空いてますよ。なんで、もしよかったらそちらっていう感じですかね。はい。あとは5月の下旬にまた、錦糸町の方のイベントあるかな？今後さんかなみたいななんか、そういう感じもあるので、よろしくお願いしますと。はい。5月もイベントたっぷりでございますね。はい。なので、ぜひぜひ、そちらの方よろしくお願いします。会えるうちにやっときましょう。ね。はい。ね。大事ですから。来週はいよいよね、先ほども申し上げましたけれども、通常の占いと時事に加えまして、予言会でございますので。ねえ、もう、世界情勢しっちゃかめっちゃかで読みたくない。そうなんだね。っていうね、てかれない。ね。っていう中で頑張ってます。応援よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ハイプなどよろしくお願いします。メンバーシップなんかもやってるんで、引き続きよろしくお願いします。またね。